はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、保存食といって思い浮かぶ食べ物は何ですか？缶詰、レトルト食品、カップ麺、インスタント麺、冷凍食品。最近では保存技術も高くなって様々な保存食が登場しています。今日はインディアンに伝わる伝統的な保存食、ペミカンを作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこちらの牛のひき肉、豚の背脂、ミックスナッツ、ドライフルーツ、蜂蜜を使ってペミカンを作ります。ペミカンです。ペミカン。なんか可愛い響きですよね。ペミカンとはアメリカの先住民族、インディアンの伝統的な形態保存食の一種です。干し肉、動物の脂肪、ドライフルーツなどを混ぜ密封して固めた食品です。特にこれといった決まりはなく、様々な動物の油で作られていたようです。今回は豚の脂肪を使いますが、鹿の脂肪などを使用することも多かったようです。鹿の脂肪は融点が高いので固体で持ち運びやすいといったメリットがあります。肉のタンパク質、油の脂質、ドライフルーツのビタミンなどを手軽に火を使わずに食べられるので登山での携帯食としても重宝したそうです。日本ではペミカンというと一度調理した具材をバターやラードなどで固め再度鍋などで温めて外での調理を簡単にする方法を想像する人もいるかもしれません。それの元となったのがこのインディアンのペミカンです。保存状況や気温にもよりますがしっかりと保存をすれば5年から10年も保存が可能と言われています。それではまずは肉をフードドライヤーを使って70度で水分がなくなるまで乾燥させます。乾燥させている間に背脂を細かくカットします。カットした背脂を鍋に入れ水を少し加えて火にかけてラードを抽出します。甘く香ばしい香りが厨房を包み込みますね。焦げると苦味が出るのできつね色ぐらいでザルでこしてラードを分けます。フードドライヤーの乾燥も終わって肉の水分はなくなっています。次にドライフルーツを細かくカットします。このドライフルーツもお好きなドライフルーツで大丈夫です。次に袋にミックスナッツを入れて綿棒などを使って叩いて細かく砕きます。次に乾燥させた肉をミルを使ってひいて細かく粉状にします。以上で準備は完了です。ボウルに肉、ミックスナッツ、ドライフルーツ、蜂蜜を入れて混ぜ合わせます。徐々にラードを加えて手で握ってまとまるくらいの硬さになるまで少しずつ加えて混ぜていきます。好きな型とかに入れてもいいですが今日はキングシートを敷いてバットに流し入れて冷蔵庫で冷やして固めましょう。冷蔵庫で冷やし固めたものがこちらです。しっかりとラードが固まっています。あとはこれをお好みの大きさにカットしてクッキングペーパーなどで包んでおけば携帯保存食としても持ち運びも楽々です。スニッカーズとかエナジーバーとかの元祖と言ってもいいかもしれません。栄養もカロリーも摂取できるので運動の後にもぴったりかもしれません。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はミッケラーのクリスプラガーを飲んでみましょう。デンマークの首都コペンハーゲンで2006年に誕生した比較的新しいブランドです。日本でもここ最近取り扱うお店が増えてきましたね。ラベルのデザインはポップアーティストのキーシュ・ショアによって描かれています。この他にも種類によって絵が違うのでついつい揃えたくなっちゃいますね。色は薄い黄色で少し白みがかっています。レモンやハーブ、どことなくリンゴの果汁のような甘さがあります。すっきりとしていてかなりドライです。普段日本のビールを飲み慣れている方でも飲みやすい一本ですね。それではペミカンいただきます。保存食だからそこまで味を期待していませんでしたがこれはお菓子として出てきても何の違和感もないですね。高級な洋菓子屋さんとかの詰め合わせの中にある名前の知らないお菓子でありそうです。ラードたっぷりだからくどそうですが意外とそんなことはなく全体のバランスが取れています。ラードの香ばしさとアーモンドとかのナッツ類の香ばしさや肉の旨味、ドライフルーツの甘さがぎゅっと一つに凝縮されていて一口で色々な味わいが楽しめます。こんなに大量には一度にいりませんが少量を食べるだけでも結構満足感があるかもしれません。いざという時の栄養補給には確かに良さそうですね。結構後から油もきますね。普段の生活をしながらだとカロリーオーバーになりそうです。塩で保存性を高める技術も大発見ですが油でコーティングすることで保存性を高めるのもすごい発見ですよね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ペミカンいかがでしたか？保存食こそ料理の原点かもしれませんね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。